めちゃくちゃええ。そうなんですよ。もいないですね。貸し切りビーチです。使ってみてね、やっぱなお一層すごくいいとこだなと思いました。はい。おはようございます。はい、ありがとうございます。おはようございます。今日はちょっと素敵な企画をするということで。そうですね。ちょうどね、私のインスタの方に DM いただいて、はい、この、同じ北条地区にある隣のね、ここから10分ほど車で行ったところの朝波というところで、貸別荘されてるオーナーさんから、メールいただいて、ちょっとそこにアポ取ってるんで、行ってみようかなと。じゃあ今船ですけれども、これはまず船で何をして、できれば、手ぶらで行くよりかはちょっとお土産を持っていきたいなというので、まずはちょっと魚を探してみて、できれば魚を持ってそちらの貸別荘行ってみたいなと思ってます。なんといっても絶対に釣らせる男ですもんね。はい、そうです絶対に釣る男ではないかもしれないですで、お土産を持って、午後からその貸別荘に見学させていただくと。そうですね。はい、ちょっと見させてもらって、非常にね素敵な、ところみたいなんでね、私も楽しみにしてますね。構想的にはまあね、先方のお考えもあると思いますけど、まあコラボできたら最高ですね。そうですね。そうですね。同じやっぱ北条地区で、やられてるんでね、目の前が海、そちらの貸別荘も目の前が海なんで、そこでうまくコラボできてね、体験フィッシングだったりとか、サンセットフィッシングだったりとか、そのあたりがもしできればいいかなとは思ってますけど、またそれはね、おいおい計画していきたいと思ってます。いや、楽しみですね。楽しみですね。まずはお土産のタイ。そうですね。そして青物、いろんなもの釣りましょうか。頑張って釣りましょう。はい。はい。です。今日はいつもの周平君とそしてジュンスでお届けします。それではよろしくお願いします。お願いします。野津君、今北条湖、すぐ出たところでこれ、ね、釣りしてる人結構いますけど。そうですね。この辺り釣りを何狙いでされることが多いんですか？おそらく今サビキがついてるから、前後アジのちっちゃいやつとか、その辺り狙ってるんだと思います。結構釣れるんですか？そうですね。結構年末ぐらいからずっとね、小アジがよく入ってたんで、釣れてるみたいですね。ちょっとした家のご飯に最高です。そうです。南蛮漬けとかしたら最高なやつがすぐ近くで釣れてますね。なんか船がポツポツ結構ね、おるんで。そうですね。一番向こうは漁師さんが小魚引いてますね。じゃあ釣れそうということですね。まあ魚はねいますんで、はい、釣っていただいたら、今日も一応プライベート出航なんで私もちょっと竿は出すんですけど、はい、じゃあここからやってみましょう。来ましたの。人流し目で今日は釣れましたね。まだ釣り上げてないんですけど。でもね、これでまだ上がってないんですけど、そうです。いやお土産があるとないとでは全然違いますよね。そうなんですよ。これはね。なんとかね釣りたかって。それも肝心な野津くん本人が釣ったものなら最高、これはね。ですよね。頼む、上がってきてくれ。いやよかった。非常に今ドキドキしてます。上がってくるかどうか。ちょっと釣りのシーン、野津くんってチャンネルなんですけど、釣りのシーンに関しては野津くんが主役の映像があんまりないんで、あんまりないんで、残念ながら今日はやりますよ。今日は主役で、今日はプライベート出航ですから。あと5メーターもうちょっとで上がってきます。いやなんか
いや、狙い通りのタイですね。いいですね。綺麗な、ちゃんともう、綺麗な魚体が。通りの。めっちほらゃ、また今日綺麗し、ほんと。ナイス一番美味しそうな、なんか一番美味しそうなこれ。素晴らしい。さすがやりましたイエーイ。やったやった。いや、何度見てもタイは綺麗やな。綺麗ですね。いや、久しぶりに釣りました。なんか丸々と太った。美味しそうなんですね。美味しそう。見て美味しそうって言ったらいかんけど。釣れた。素晴らしい。息のいいタイがやりました。やりました。これをお土産に本当に綺麗な、いい手土産ができましたね。ね。いや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 。さすが。まあちょっと一匹じゃないあれなんで追加しましょう。いいですね。はい。これで今日の食事の私のランチをおさらい頑張りましょう。我々もね参加系で。よし。はい、締めも取ります。はい、じゃあね、今から早速この釣れたての釣れたばっかりをね、美味しく締めていきたいと思います。さすがのつくん。はい。でね、締める前の準備として、はい。こちら。今のこれペットボトルの氷。これ凍らせてます。はい。ここに、今この子がいた海の水、海水を。海水を。はい、これ海水です。はい。同じ水で海水氷を作ります。これ普通の氷じゃダメなんですか、このペットボトル。これね、ペットボトルで作ることによって、塩分濃度が変わらない。はい。まさにもう、海の、濃度そのままのものが冷たくなる。そうです。この今釣れたこの子が泳いでた、この魚がいた海域の海水。はい。それをペットボトルの氷で冷やしてやるということによって、冷海水が、できます。はい、まずはこの冷海水を作っておきながら、今からまた締めていきます。先生、素朴な疑問なんですが、今、ね、海水の温度魚探で見たら12度 ?12 度ぐらいですね、今日は。もう、結構冷たいけど、やっぱり、キンキンに冷やしてやることが重要なんですか？魚って、血抜き、血を抜くときに体温が上昇するんで、はい。その体温上昇を抑えるっていう意味で、この冷海水が大事になってきます。体温上昇するんですか？体温が上昇します。まあ、タイはそんなに血が多い魚じゃないので、一気にそこまで上がるかっていうとそうでもないですけど、やっぱり、今の体温よりかは上がっちゃうから、やっぱり身が劣化したりとかね、やっぱ違いが出ちゃうんで、まずは血抜きの時に、この冷海水。これが準備できる状況だったら一番ベストだと思います。理想で。はい。脳天からね、いつもの脳天から締めていきます。この、エラ豚のうちのこの線ですね。この線の上のこのあたりが脳天になります。はい、ここですね。これは。これで脳天を締めて、ここで、神経締めをしてもいいですし、せっかく冷海水作ったんで、先に血抜きをしていきます。血抜きするときは、エラ豚の僕はね、このエラの2枚目のコテが、1、2、こうですね。この2枚目、今2枚ありますね。この側線上の付け根に動脈が通ってるんで、ここから入れてやります。じゃあ今動脈が切れた。切れて、こう血が出てます。ドクドク出始めましたね。はい。今心臓が動いてる状態です。この状態で、先ほどの冷海水を入れちゃいますね。はい。そうすると、はい。出てますね。この状態でちょっと血抜きをします。ちょっとここで休む。はい。はい。松君、この、締める作業、チャンネルで動画アップしても、結構ね、締める作業って反応いいし、もういろんな考え方、意見がそうですね。ありますよね。やっぱり、そこの、まあ、場所によってもね、できる締め方、限りがあると思うんですけど、ただまあ、一つ言えることとしては、その釣れた魚をいかに美味しくするかっていうのを、その場でできる限りの最大級なことをしていけば、
いいのかなとは思いますし、結構この釣ってからのストーリー、はいは釣るとこも大事、釣れた後のこうしましたと。で、さらにそれでさばいてみてどうだったかというね、検証もできますから、はい。そういった意味で言ったら、締め方っていうのは、皆さんね、いろんなことを試されたらいいかなと思いますね。いや、釣りと同じか、それ以上ぐらいこの締めるところって皆さんこうね、こだわってこう、見られてるというか、そうですね。やっぱ、それだけみんな美味しく食べたいっていうのはね、間違いないと思います。うんはい。せっかく釣ったね。自分が釣った魚をね、自分も美味しく食べたい、家族にも美味しく食べてもらいたいってね、あるから、まあ、いろんな方法でね、美味しくなると思います。やっぱり野津くんもやっぱこれだけね、いろんな、ことをされて締められてますけど、はい、これを勉強したのはとにかくどうやったらより美味しくなるかっていうところですか？そうですね。釣り始めた当初はね、釣ることにいっぱいいっぱい。だってそこまで、はい、気が回らない。釣れたら次も釣りたいって言ってね、なかなかここまで丁寧なことできてなかったんですけど、今はね、やっぱ釣った魚をいかに美味しく食べるかっていうのも結構釣ることと同じぐらい大事になってきてて、やっぱそこでいろんなことをやってみて、今の形になってますので。まあでも、ね、来たお客さん、まあ、割とファミリーフィッシングと歌ってますから、はい、割と初心者の方も多いと思いますので、はい、こういうところも、少しでも、なんか体験してもらうことは非常にそうですね、いいですよね。特にお子さんにとってのね、食育にもつながると思うんですね。スーパーでね、もう切り身になってる魚を見るよりかは、こうやって泳いでた魚がね、どうやったらこの自分の口に入っていくかってね、この流れが、わかるっていうのはいいことだと思います。いや、そうですよね。この、美味しく食べる裏側にこういうこともあるんだというところはね。そうですね。そうですよね。はい、じゃあね、今、さっき釣ったやつが、はい、一定時間ね、この海水氷で。何分ぐらい経ちましたっけこれね。まあ、4、5分ぐらいかな。うん、ぐらいなイメージで。これ見てください。だいぶ、血が出てますね。これだけ出てますね。はい、で、この状態で次は、これまだ、ちょっと微妙になんか動いてるから、はい、心臓はこれまだ動いてる状態です。動いてる状態ですね。で、今度はここからね、神経を締めていきたいと思います。神経はね、さっきのこの側線の上側に、まあ、脊髄が真ん中にあって、そのすぐ上なんですけど、そこの神経を破壊していきます。これは何のために神経を？魚このプニュプニュ。固まってないですよね。この、筋肉が死後硬直しないようにするためが、この神経締めというものになります。で、お刺身にした時のね、プリプリ感が、やっぱり神経締めしてると、長く保てます。はい。せっかく鮮度のいい魚なんでね、はい、そういう処理をしていきます。はい。で、まあ、ちょっとまだ今日メニュー決めてないんですけど、鮎は、やっぱり、魚体が綺麗ですから、あんまり傷つけたくない。はい、なので、ちょうどこの、二剣の間というこの目と目の間中から穴を開けてガイド線を通します。はい、ピクッと。これで今ね、ちょうどこう入った状態ですね。さっきの脳締めした近くですね。脳の近くで入りました。で、という、ワイヤーの棒でここから入れていきます。ピクッと。ここから神経を破壊していきます。今神経に入ったらさっきのピクッと。はい。で、これ色がね、ちょっと白っぽくなっていきます。これはい、よく、その神経に入りますね、あれで。あれそうなんです。これね、慣れが必要なんですけど、タイの場合は、結局、この眉間からのなんとなく、別に測ったわけじゃなく、なんとなくここら辺かな、みたいな感じで開けてるじゃないですか。はい。で、そこから入れてよく入りますね。これもね、経験ではあるんですけど、ある程度もう場所が決まってるんで、こう入れてやって、で、入れた時にさっきピクってしましたよね。そこがその神経の入り口なんで、そのピクっていうのをこの先端で探してやる。すごいね。で、今度これを、ワイヤーを入れた時に、先っちょをまた探す。もう今神経壊れてるからピクッとしないですけど、この一気にずっと入れるんじゃなくて、
これくらいの長さで入れていって、ちょっと探ってやるんですね、こう。探っていって。探ってやって、ピクってしたところをずーっと入れていくと。結構ね、自分で魚をさばいてると、魚の構造が分かってきて、そこにあるよっていうのが分かってくるので、これがね、力ずくでやっちゃうと、身のこの辺から、前が出てしまったりとか。そんなとこ行きそうな感じなのに、よくやっぱりここからこうスーッと入れてやると、バッチリいきますね。なんかね、もう色がまた戻ってきましたね、綺麗に。はい。これでこう脂肪硬直を遅らせると。遅らせて、このプニプニ感が。で、今日まだね、今人流し目で釣れちゃったんで、海水氷この後もまた使うんで、一旦また冷やし込みはしとくんですけど、あんまり冷やし込みしすぎると、せっかくの神経締めが、今度は氷締めになっちゃって、魚体が固まっちゃうんで、適度なタイミングでここから上げて、保冷しとくと。すごい、いろいろ奥が深いですね。奥が深いです。そうね。で、やり方をいろいろやりながら食べてみて、何が自分が一番いいかなっていうのをね、やっていったらいいかな。結構これ、血抜きの表面も、なんとなく油が浮いてますから、これ美味しい。油が、美味しいですね。いや、まるまる太ってるな、こうやってな、この感じでね、ほんとね。今、この時期はね、魚釣るの難しいですけど、釣れると美味しい。はい。一番、一年でも美味しい時期だと思いますから。はい。ね。早く釣らなきゃいけない。そうですね。はい。頑張って。周平君がこう、頑張って釣ってくれてますが。さっき当たってたみたいなんでね。はい。よし。見た。真剣はなし。真剣なしというか、内容同じことずっとやります。ちょっと、注意。みのりさんと同じような質問とか。今度またよし。それ、結局、義務化はつくんが電話中に電話中がだって周平が挙げています。そんなもんさなんな感じこれ。タイちっちゃいタイ塩焼き。塩焼きの材料が上がってきます油断した時にね。すごいね。面白いな釣り。なんか集中してなくて、集中してながね、あれね、ながらで釣れるなんて面白いこうなんかね、あれはね。よし。あらバレた。本当や。そっか、本当や。これは最後に確かにこうね、こういうのがあるとこう釣り上げるまでが本当ね。これがあるのよ。塩焼きとか言おった。これぞ釣り。そっか。当たるまではこう気抜いてもいいけど、当たってからはこう真剣にね。いえ。真剣やったよ。残念。野津くん電話中です。野津くんでライブ配信を試しています。ライブ配信中釣れたらいいんですけど、野津くんが釣ってくれると思いますね。頑張ります。頑張ります。さあ、ライブ配信釣り。よし。ライブ中に周平くんがやりました。お待たせしました。やった。お待たせをしました。ちょっと待って。でもタイやろか。いや。
どうやろ、ちょっと違うかもしれん。お違うな。やった。注文通りか。注文通りです。お、本当や。すごい、やった。やず。やずです。いえ。はい。やったー。最高、素晴らしい。完璧です。やりましたナイス周平、やったー。おー、やりました。かわいい。やずです。やりました。まあ、バーベキューにいいんじゃない？ね、よっしゃ最高。素晴らしい。注文通り。ね、これね。ちょっと違う種類が欲しいなって言った時に、完璧です。いや、欲しい時にちゃんと、タイと、やずと、素晴らしい。やった。さあ、あとはね、あとは、参加券が。あとは参加券ね、私が釣りたいと思います。最後にね、だいたい最後にいいものが釣れるっていうね。そう。大体今まで釣ってる。よし。で、釣りさんのタイとかね、今釣れたやつが、基本的なことですが、やつが何センチまでぐらいがやずと、この辺では。センチ以下ぐらい。10センチ以下はやず。60超えてきたらハマチ。ハマチ、で、70超えるとメジ。メジロ。 80超えるとボリ。おー。と47センチですね。47センチ。47センチです。今日の一品が増えましたね。ありましたね。今日はこの後いただくんで、最高です。で、おつくんこの、はいやずを今から美味しくまず、美味しくいただくためにする作業があるんですよね。この青物はい。っていうのは血の気が多い。うん、ああ。しっかり血この小さな、まあ小さいって言っても小さくはないですけど、このやつでもかなりの血が。かなりの血が出ます。しっかり血を抜くことで臭みがなくなりますね。はい。じゃあ、今から締めていきます。まずはもうさっきのタイと一緒で、もう基本、どの魚もこのエラの内蓋というかね、この線の上、このあたりが脳みそ。この脳みそを破壊してね。もうここで血の量がね、さっきのタイと比べると違いますね。脳締め。はい。で、血抜きは一緒。さっきの、エラ2枚目。1、2。枚目を、ちょっと切断したら、もう血がすごい血が出てきますね。で、さっきのタイ、青物はね、すごいですね。タイと比べると全然多いので、ね。で、この状態で海水氷におー。入れます。あ、先ほどのこれタイが入ってますが、この状態で、あ、血の量がもう全然違いますから。違いますね。さあ、これで今心臓動いてる間で、まず血抜き。で、ああ。魚体を冷やし込みあしときます。あ。じゃあ今こう、血抜きをしてる間に、魚体の体温が上がっていくんですね。するので、それを抑えるためにこの海水氷で。おー。ますね。これでちょっとしばらく待ちます。はい。じゃあ、さっき、言ってもらったやつを、しっかり今血抜きが、できてきたと思うので、この子を、先ほど釣って、バッチ血抜きをした。いい感じで冷えてますね。次はね、神経締めをしていきます。さっきのタイは、頭から入れてきました。で、この子もそれでもできるんだけど、簡単にやるには今度ね、尻尾側。尻尾側をちょっと切っていきます。青物系はこう尻尾の方がやりやすい。やりやすいですね。で、今見えてるのが、ちょうど脊髄で、脊髄の上側に神経の穴があります。ありますね、これね。
そこに、こちらを通していきます。ここですね。ここに入れていくと、今まだこう動いてるのが、まあ、ピッピッピッと。このちょっと白っぽいのが神経ですね。あ、ガスがちょっと取り出されてきてる。神経を破壊して、これで死後硬直を遅らす。これをすることによって死後硬直が遅らせることができるということですね。で、この身のプリプリ感がはい。保てれる。美味しく。美味しく、この後食べることができますよと。で、まず脳を締めて、この上側が神経。神経で。で、この下側が動脈の穴。動脈。はい。さっきエラ切って、体の中をこうずっと循環してるのの、この先っちょですね。はい。でも今ほとんどもう血出てないですね。なのでしっかり血抜きができてるということで。それでまた冷やし込んでいきます。という感じですね。美味しくなれ。ね。はい。北条湖本当結構ね釣りの人多い多いですね。今日のねこの平日で、そう。それだけ釣れるというね釣れてますかね皆さん。そこで頑張って釣ってます。本当だ。釣れる？ダメ？鳩いっぱいおったよ。向こうにこっちまで入ってこんのかな。表でさあ野津くん、北条湖帰ってきましたけれども、今日はね次の午後の訪問先の手土産ということで、そうですね。出ましたけれどもどうですか？予定通りなんとか、はい、素晴らしい。お土産を釣ることができましたんで、それも野津くん本人が最初にタイをね、いい感じのタイを釣って、なんとか、これ素晴らしい。はい。で、タイ最高なんですけど、プラスヤズもある2種類ね、そうですね。お魚持っていけたら最高。やっぱり1種類よりかね、2種類あった方が素晴らしい。はい。そして完璧な締め方をしたここに入ってますので、はい、この後。いただきたいんですが、その訪問先改めて何というとこなんですか？はい、松山市のね、朝波にある貸別荘をやってる、風早亭ミオンさん。風早亭ミオンさん。はい。貸別荘。風早亭ミオン。海の音と書いてミオン。おしゃれな名前で。それは楽しみですね。私のね、風早ファミリーフィッシングとも、名前がね、ちょっと親和性があるので、風早亭ミオンさん。なんかインスタ通じてこうなんか、そうなんですね、繋がったということで。DM いただいて、はい。同じようにこの北条でいろんな新たな試みをされてる貸別荘さんなんで。はい。で、野津くんが一度ご挨拶に帰って撮影いいですかでいいですよ、ということで今回ね、お邪魔するということで。はい。楽しみです。手ぶらではいけなかったからよかったです。さあ、楽しみです。じゃあこの後、行きましょう。行きましょう。はい。野津くんの助手席で撮りながら移動させてもらいます。お邪魔します。朝波ですが結構近いですよね。近いですね。面白い。さすが釣り人の車も植えて、天井は玄関先とこれは釣りに人生をかけた男の車ですね。確かに。北条港から今11時12分ですけど、はい。それで何分ぐらい？大体10分ぐらいで。10分ぐらい。じゃあ本当。いいですね。もしなんか将来的になんかね、お客さんもこの船使ってくれたりすることもね、送迎もしやすいし、すぐ近くですし、この北条の街並みのなんか歴史ある感じがね、道中もいいですね。でもね。どんなとこなんだろうっていうのがね。そうですね。
マスコン曰くめちゃくちゃめちゃくちゃいいとこです。私もその港自身は何回か行ったことあったんですけど、実際そのお家の中とかはね、見ることなかったですけど、古民家、まあ、いわゆる古い古民家を改装、リノベーションして、ちょっと今風に築70年のね古民家をフルリフォームされてて、そんなに経ってるようには見えないぐらいの内装を作ってますね。さあ建物、そしてどんなオーナーさんなんでしょうかですね。でもここは本当ね、国道その旧道、まあ旧道っていう言い方があれですけど、本当ドライブコースとしてもね、すごい綺麗で最高なね、本当。さっきまでね浮かんでた場所があったんです。まだあの辺りで釣って、あの辺りでタイが釣れました。ヤズも釣れました。お、だいぶ近づいてきましたかね。もう近いですよ。今ここまでが12分に出たけど8分ぐらい。8分ぐらい。じゃあ本当にまさに10分ちょっとで到着すると。10分かかんないぐらいですね。はい。ちょうどもうこの左側が浅波漁港ですね。ここが港になります。で、ここの港の手前から入っていきます。おう。まさに漁師さんが浅波漁港で。あそこに正面に見るちっちゃな桟橋、あそこが使えたら一番ベストかなと調整中ですけど。すごいいい。なんかいいですね、この感じ。いいでしょめちゃくちゃいい、この昔の港の漁村みたいな。この右側の建物ですね。これが綺麗なですね。すごいリフォーム、リノベーションされていい感じです。オーナーさんも来られてますね。見たことあるでしょ。看板ではいつも看板ではすごく親しみを拝見しております。よろしくお願いします。お願いします。今日は超過の方はバッチリです。よろしくお願いします。いや、今さっきね測りながら来たら、まあ9分ぐらいでね、北条港からねもう到着ですね。近いね。改めてお名前が風早亭ミオンさんの神原さんです。神原さんです。よろしくお願いします。ちょっとこのね、YouTube のつくんでちょっといろいろもう前方をちょっとね解剖させていただきたいと思います。いっぱい仕掛けがあら素晴らしいですね。よろしくお願いします。じゃあ最後にこれね。おお。これが築70年ぐらいの古民家。でもいい感じですね。すごい。リノベーションしてますね。すごい。5LDK 約200平米あります。これちゃんとね当時のも生かしながらという感じなんですか。すごい。お子様とやっぱりママさんたちにすごく利用してもらいたいなという気持ちがあったのでいじるところはしっかり快適にして家電とかもしっかり準備してますので。古き良き趣と今のいいものを融合させた感じにしております。あと玄関から海が見えるところは最高ですね。これね、すごい。お客様もいっぱいご利用してくださいますね。もう一番やっぱり私一棟貸し好きだったんですけど、一棟貸しだとやっぱり料理の提供がないので結局お母さんたちがお料理することになるので一番いいところにキッチンを持ってきて、その料理すらもちょっとイベントとしてみんなに楽しんでもらおうみたいな感じで、ここでもうさすがすごいですね。もうちゃんと流してくれてて素晴らしい。今結構満ちてる状態です。引いた時はもっと。
お、あら、なんだこれ。これ、ボルダリングみたいな感じでこれ。あ、すごー、すご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 。他についてた。何してるんだよみたいな。いやー、これ何かなと思った。この、すごい。ここからの景色が大好きなんですけど、いや、ほんと。しかも、この中やと、ね、ほんとこだわってもうね、美味しく食べられるようにというね、二人がかりでね。ちょうど素晴らしい。いただきます。ほんと。1時間前まで用意したあれが。僕はもう肉からいく。